皆さんこんにちは、まなみです。今回はこちらのコスメデコルテの全ウェアグロー SPF20PA2+UV 耐水性星1をレビューしていきます。今回はサンプルを2つ使ってレビューしていくんですけど、色展開が10色になっていて、手に入ったのが N22 と N26 でした。商品の説明を読んでみますと、潤いに満ちたみずみずしく上品なツヤで高い化粧持ちを実現。つけたての美しさが24時間続く。汗、皮脂、乾燥こすれ、高温多湿プルーフ。心地よく肌に溶け込む薄膜ハイカバーで気になるところを瞬時にカバー。国産の梅の実から抽出した梅エキスをはじめ、潤いを与える12種の美容成分を配合。花々のみずみずしさと梅の優美さが響き合うグリーンフローラルムスクの香りって書いてあるんですけど、華やかな梅の香りは国の史跡及び名称に指定されている日本庭園で選定された梅の花を使用と書いてあります。ということで早速塗っているところをご覧いただきますが、毛穴やニキビはアップでお見せしていきますので、苦手な方はご注意ください。N26 番のカラーを使っていきます。飲み込んで手に出してみるとこのような感じで、色は濃そうですが薄く広がればちょうどいいかもしれないので、とりあえず塗ってみます。スキンケア以外何も塗っていない肌なんですが、とりあえずこちら単品の塗ってみます。やっぱりグローだからか塗りやすいです。さーっと広げても毛穴打ちせずに広がってくれますし、ムラになったりとかもしないのでいいですね。ただカバー力はそこまでないので、毛穴の黒ずみとか赤みっていうのは一層塗りだと見えています。ちょっと数日前から肌の調子があまり良くないというか、少しだけザラつきがある状態なんですけど、そういうのもそこまで拾わずに塗れているかなって思います。ブラシで綺麗に塗れますし、地肌と馴染んでくれるような感じなので、こうささっと塗るだけでも綺麗に仕上がります。黒ずみとか見えてるんですけど、二度塗りしようか迷っているんですが、毛穴落ちが怖いんですけど、ちょっと重ねてみようかなって思います。二度塗りしても大丈夫ですね。毛穴落ちしないです。軽い仕上がりがお好きな方はこのファンデーションとても合うと思います。引きで見るとこんな感じです。左側だけに塗っているんですけど、おでこは黒ずみは隠れていて、深みは少し透けている部分とかはありますが、このぐらいの色ムラとかだったらほぼ隠れているかなって思います。で、頬と鼻はこんな感じです。なんか最近ここの毛穴がすごい開いているんですけど、これに毛穴落ちするっていう感じもないですし、あと鼻とかも毛穴が深いんですが綺麗に隠れているので使いやすいファンデーションですね。ただこの毛穴の黒ずみは二度塗りしても見えているのと、あと肌全体の赤みっていうのは普通に透けてはいるので、かなりナチュラルなファンデーションだなとは思うんですけど、でも使いやすいです。これだけ塗りやすいと使いやすいなって思います。あとこのツヤなんですけど、スキンケアだけした肌がこんな感じで、ファンデーションを塗るとこのようになるので、少しだけツヤ感増しています。私の場合はパウダーをのせないとこの光の反射によって毛穴が目立ってしまいますが、でも綺麗なツヤ感っていう感じで、テカテカではないなっていう印象です。反対はスパチュラと濡れたスポンジで塗り広げていきます。このファンデーションであればどちらのツールでも綺麗に塗り広げられそうだなと思うんですけど、スパチュラとスポンジで塗っても綺麗ですね。この後の持ち具合にもよると思いますが、塗ったすぐ後の肌を見てみるとこのグローの方が綺麗だなって思います。右側も塗り終えました。おでこは同じような仕上がりになったかなと思います。両方とも綺麗に塗れていますし、この辺りとかムラになりやすいんですけど、そういうのも
ほぼないので、とても綺麗に塗れました。で、頬と鼻なんですが、これもそこまで左右差はないですね。ただこちら2度重ねているので、ほんの少しだけこちらよりカバー力が高いんですが、毛穴の黒ずみがこちらに比べたら隠れている方です。ただ透けて見えてはいるので、そんなに塗っている感はないというか、結構素肌に近い感じかなって思います。で、私の個人的な感想をお伝えすると、普段のメイクであればこのくらいのカバー力でいいんですけど、もっとしっかりカバーしたいっていう場合は違うファンデーションを使うかなって思います。本当にそのぐらいナチュラルなので、デイリー使いにはちょうどいいなって個人的に思います。こんな感じで、毛穴落ちとか色ムラもないので、とても塗りやすかったです。私の場合はパウダーを塗らないと数時間でテカテカになってくると思うので、いつも使っているパウダーを片方だけ重ねていこうと思います。これはベージュのパウダーなのでカバー力が少し上がります。パウダーをのせてもザラつきが出てきたりしていないので綺麗な肌に仕上がります。左側にパウダーを塗りました。おでこはこのような感じです。毛穴がだいぶ見えなくなっているので、私はパウダーをのせた方が好きですね。パサついたりとかもしないので綺麗に仕上がっています。それでは本日も7時間検証していきます。こちらは3時間後の動画です。おでこはパウダーを塗っていない方は皮脂がより出てきているのが感じられて、しっかり一歩手前な感じがします。パウダーをしている方はまだサラッとしていて綺麗です。こちらはこの辺りがテカり始めているかなっていう感じで、まだ3時間なんですけどティッシュオフしたくなってきました。こちらはパウダーを塗っているんですけど、このほうれい線のあたりとか、ここも少し光ってきてはいるので、やっぱりツヤが出てくるのも早いなっていう印象です。で、鼻も少しずつ皮脂が出始めています。やっぱりグロータイプなのでツヤが出てくるのが早いなっていう感想です。こちらは5時間後の動画です。おでこはパウダーをした方がしっとりしてきていて、していない方はテカリ一歩手前くらいになりました。頬と鼻は右側はテカり始めていて、左は鼻がテカり始めで、頬は全体的にしっとり加減が増したなって思います。パウダーをしている方は5時間後でもまだメイク直しをしなくても綺麗な状態です。こちらは7時間後の動画です。おでこはパウダーを塗っている方はテカってはいませんが、塗っていない方はテカリに見えます。頬は左側は結構テカっていて、右側はまだテカってはいないかなくらいですね。鼻に関しては右側もテカっていました。でもパウダーをしている方は綺麗な状態だと思います。間違えてサンプルを捨ててしまったので塗り直しはできないんですが、ティッシュオフだけしていきます。右側はテカっているのでティッシュオフしたらファンデーションが結構取れました。パウダーをしている方はティッシュオフだけでかなり綺麗になってほぼ元通りっていう感じです。パウダーをしていない方は塗り直した方が良かったなって思います。それではマスクを着用した日の動画をご覧ください。それでは本日はマスク検証をしていくんですけど、まずは日焼け止めから塗っていきます。で、こちらの22番のカラーを塗っていきます。肌にファンデーションを伸ばして、青銅のブラシで伸ばしていきます。
ちら側は少しブラシの跡が残ってるような気がするので、スポンジで叩いてなじませていきます。シャネルのパウダーを重ねていきます。パウダーを塗り終えました。このような感じで少しツヤ感も残りつつ若干マットになった感じで、陶器肌とまではいかない感じの自然なマット肌になりました。で、今日も綺麗に塗れていて毛穴落ちとかよれとかもほぼないので、やっぱりこのファンデーションはとても塗りやすいなって思います。昨日と同様ナチュラルな仕上がりだなっていう感想なんですけど、マスク検証をしてどれくらい崩れないのかを見ていきたいと思います。ちょっとこの辺りはパサついてしまったかもしれないんですけど、人と対面する距離であれば気にならないので、このまま検証していきます。こちらはファンデーションを塗ってから6時間後で、マスクは4時間着用していました。おでこは少しツヤっとしている感じで、頬や鼻は崩れがかなり少ないと思いました。他のファンデーションと比べても本当に崩れ方が綺麗です。マスクを見てみると意外とベージュの色がついているんですけど、おそらくパウダーがついたのかなっていう気がします。7時間検証の時にできなかったのでティッシュオフをしてから塗り直してみました。筆で直したからっていうのもあると思うんですけど、パサつきは出てしまいましたが、他のファンデーションよりは綺麗に直せている方かなと思います。このファンデーションの長所はまず塗りやすくて毛穴落ちとかよれとかがほぼないのと、薄く塗れるので崩れ方も汚くなくて、マスクをつけてもよれ方が綺麗な方だなと感じました。短所は私の肌だとテカりやすいところだけです。でも肌に合うパウダーを重ねてテカってきた時にティッシュオフしてしまえば綺麗な状態が保たれます。このファンデーションは軽くてカバー力は低めで保湿力があるファンデーションを求めている方におすすめできるファンデーションです。ということでここまでご覧くださりありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。